2024年、日本の出生数はついに年間70万人を割り込んだ。人口は1年間で約91万人減り、政令指定都市一つ分が消えていく国になった。では、このペースが続いた先に、日本はどうなるのか。国立社会保障・人口問題研究所の最新推計、そして国連の世界人口推計が、その答えを数字で突きつけている。2050年の日本の総人口は1億469万人。2070年には8700万人。1953年と同じ水準に戻り、しかも65歳以上が国民の 38.7% を占める社会になる。つまり今の日本は、これから50年で人口は1割以上、6割の自治体は半分以下、現役世代は一人で一人を支える社会へと変貌する。今回はデータを使って、日本の人口は2050年どうなるのか、という問いに迫っていく。チャプター1、数字で見る、2050年の日本。まず、現状からスタートしよう。国立社会保障・人口問題研究所が2023年4月に発表した日本の将来推計人口、令和5年推計は、2070年までの日本の人口を最も精緻に予測した公的データである。2020年の国勢調査時点で、日本の総人口は1億2615万人。これが2050年には1億469万人にまで減少する。30年でおよそ2150万人、率にして 17% の減少だ。2070年にはさらに減って8700万人。2020年と比べて実に 31%、3900万人もの人が消える計算になる。人口8700万人という規模はちょうど1953年、つまり戦後復興のただ中とほぼ同じ水準だ。しかし、当時と決定的に違うのはその人口の中身である。1953年の日本は子供と若者が多く、平均年齢は20代後半だった。2070年の日本では、4人に1人以上が75歳以上の後期高齢者となる。同じ規模でも、別の国と言ってよいほど構造が違う社会が訪れる。チャプター2、高齢化はこれからが本番だ。続いて、高齢化の進行を見てみよう。2020年時点の高齢化率、つまり65歳以上の人口比率は 28.6%。これは世界トップクラスの水準で、すでに超高齢社会と呼ばれている。ところが、推計によれば、これは通過点に過ぎない。2050年の高齢化率は 37.1%、つまり国民の3人に1人以上が65歳以上になる。高齢者の絶対数も、2020年の3603万人から2050年には3888万人へ、285万人増える。2070年には、高齢化率は 38.7% に達する。もう一つ重要な指標が、従属人口指数だ。これは、子供と高齢者を合わせた、支えられる側の人数を、現役世代100人で割った数字である。2020年時点での従属人口指数は 68.0、つまり現役100人で68人を支えている計算になる。これが2050年には 89.0、ほぼ現役1人で扶養対象1人を支える社会になる。一方、生産年齢人口、つまり15歳から64歳の働き手の数は、2020年から2050年までに約2450万人減少すると推計されている。4人に1人の働き手が消える。これは経済規模、社会保障、医療、介護のすべてに巨大な圧力をかけることになる。チャプター3、世界の中の日本、先頭を走る人口減少国。ここで視点を世界に広げよう。2024年7月、国連は、ワールドポピュレーションプロスペクツ2024を公表した。その内容は、人口減少が日本だけの特殊な現象ではないことを示している。2024年時点で、すでに人口がピークを過ぎた国は63カ国。その中には、中国、ドイツ、ロシア、そして日本が含まれている。これらの国々は、
今後30年で平均 14% の人口減少が見込まれる。しかし、日本の特徴はその減り方の速さと高齢化の深さにある。国連の予測では、世界全体の人口は2080年代半ばに約103億人でピークを迎える見通しだ。つまり世界はまだ増えている最中なのに、日本はとっくに先頭を走って下り坂を駆け下りている。中国も2022年から人口減少に転じ、2100年までに人口が半減する可能性が指摘されている。韓国も先述の通り、出生率 0.75 で世界最下位を更新中だ。つまり、人口減少は東アジアの構造的な現象であり、日本はその最前線を走っている。私たちは、人類史上初めて経験する規模の人口減少社会を最初に体験する国民なのである。チャプター4、自治体4割が消滅可能性、データが映す地方のリアル。では、人口減少は具体的にどこに、どのように現れるのだろうか。2024年4月、民間の有識者団体、人口戦略会議が発表したレポートが、日本中に衝撃を与えた。それによれば、全国1729の市区町村のうち、744自治体が消滅可能性自治体だと判定された。これは全自治体の4割を超える数字だ。消滅可能性自治体とは、2020年から2050年までに、20歳から39歳の女性人口が 50% 以上減ると見込まれる自治体のことを指す。子供を産める世代の女性が半減する地域では、出生数も加速度的に減るため、いずれ集落としての持続が困難になる。特に深刻なのは、東北、四国、中国地方、そして九州の山間部。大都市から離れた地域ほど、若年女性の流出と高齢化のダブルパンチで、地域社会そのものが消えつつある。一方で、東京都を中心とした首都圏は、地方からの人口流入で2050年まで人口を維持する地域すらある。つまり日本は、人口の絶対量が減るだけでなく、地域間の偏りが極端に進む。日本という国が一つに見えにくくなり、栄える地域と消える地域に二極化していくのだ。全国すべての場所が同じ未来を歩むわけではない。というのが大事な真実である。チャプター5、経済はどうなるのか、GDP、労働力、社会保障。人口減少と高齢化は、当然ながら経済に巨大な影響を与える。まず GDP の世界順位から見ていこう。1990年代、日本の GDP は世界全体の約 18% を占め、米国に次ぐ巨大経済だった。現在はおよそ 6% にまで低下し、2023年にはドイツに抜かれて4位に転落した。一部の予測機関は、2050年には日本の GDP は世界の約 3% にまで低下し、世界順位は7位前後になると見ている。インド、インドネシア、ブラジルといった新興国が日本を追い抜く側に回る。労働市場ではさらに深刻な変化が起きる。推計によれば、2050年の日本の労働力人口は4438万人前後。2020年の水準から約2150万人、率にしておよそ3割の労働力が消える。これは現在の韓国の人口の約半分に相当する規模だ。結果として、年金、医療、介護といった社会保障費は、現役世代1人当たりの負担が大幅に増える。AI や自動化、外国人労働者の活用、女性、高齢者の就労参加、どれを組み合わせても、減る労働力を完全に補うのは容易ではない。経済シミュレーションでは、生産性を先進国平均並みに上げたとしても、GDP 成長率は年 0.3 から 0.8% 程度にとどまるとされている。つまり、成長で人口減を埋めるという戦略は、もはやデータ上、現実的ではない。チャプター6、まとめ、縮む国で何が問われるのか。今回のデータから3つのことが見えてきた。1つ、日本の人口は2050年に1億469万人、2070年に8700万人へと減少し、3人に1人以上が65歳以上の超高齢社会になること。2つ、人口減少は日本だけの問題ではなく、東アジア全体の構造的な現象であり、
その先頭を走っているのが日本であること。3つ、自治体の4割が消滅可能性に直面し、GDP は世界順位を下げ、労働力は3割減るという、社会のあらゆる面が同時に縮小する未来が見えていること。日本は終わったという言葉で一括りにするのではなく、データを正しく見ることで、何が起きるのかが具体的に見えてくる。一方で、これは絶望のシナリオだけを意味するわけではない。縮む国でこそ、一人一人の価値、地域の在り方、働き方の意味が改めて問い直される。AI、外国人労働者、地方分散、コンパクト式、少子化対策、どの組み合わせを選ぶかで、2050年の日本の姿は大きく変わる。最後に一つ、聞かせてほしい。2050年、あなたは何歳になっているだろうか。その時、あなたの住む街は、どんな景色になっていてほしいだろうか。ぜひコメント欄で、あなたの考えを教えてほしい。